泉屋料理店っていうね、和食屋さんかな、すぐそこにあるんで。あ、そうなんだ、近いね。泉屋料理屋さんで和食食べましょう。はい。こう行くの初めてだね。右側。これかな、うなぎって書いてある。あ、そう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 。うなぎもあるし定食もあるみたいだからさ。看板も営業中になってる。お、よかったよかった。行ってみましょう。行ってみましょう。馬刺しアルプスサーモンうなぎ。定食いいな。すごい、泉屋定食すごいね。馬刺し定食も迷うところだけど。そうだね。どうしようかな。どうしよう。馬刺しにしようかな。こんなのもある。今日はね、私馬刺し定食。俺は泉屋定食。わあ、美味しそう。美味しそうだね。馬刺し定食。こっちは泉屋定食。の煮物も美味しそうだし。メインディッシュはこちらです。うわ、美味しそう。よかったね。最高。お漬物もめちゃくちゃ美味しそう。美味しそうだね。で、そちらは。こっちはね。アルプスサーモンかな。そうだよね。桜と煮付きいただきます。わあ、美味しそう。やば。当ててあげようか。ね、醤油ベースのごま油。おお。なんでわかった。そうでしょ。遠い。遠い。いや、そうなんだけど。ユッケ。びっくりした。びっくりした。超うまい。なんでわかった。なんかでもそんな感じだよね。感動するよ。おってなるよ。ごまが乗って生卵とおネギ。ちょっと食べてみて。美味しそう。じゃあいただきます。ああ、美味しいね。ユッケでしょ。うまいなこれ。超うまいでしょ。やばいねこれ。めちゃくちゃ美味しい。美味しいよね。お塩かな。あ、海苔も入ってるしね。そしてこっちは。これはなんだろう、なんかちょっと部位がなんか違う。あ、すごいな。しかもちょっとさ、マヨネーズとか。美味しそう。いただきます。絶対うまいよね。あ、うまい。超うまい。ネギトロっぽいけどたたきかな。サーモンのたたきみたいな感じかな、ちょっと細かく切って。なんだろう、このサーモン超美味しいんだけど。鶏カツ。鶏カツかな。ソース鶏カツ。鶏カツ丼。丼じゃないよ。あ、丼じゃないか。あ、うまい。全部美味しい。じゃあ私もいただこうっと。いただきます。結構量が多いね。多いね。あ、おいしい。かな。ニンニク？ニンニクが最高。最高だこれ。結構淡白なんだけどさ、お肉は柔らかい。噛むと旨味も出てくるし。ね、やっぱ馬刺しって美味しい。美味しいね。すごい美味しい。1週間ずっと馬刺し食べれると思う私。このくらい好き。美味しいよね。高級だからそんなことできない。まあね。最高。漬物も美味しそうだな。あ、うまい。あ、美味しい。全部がさ、すごい丁寧だね。超うまい。じゃあ、味噌汁も美味しい。この赤かぶ。多分。かぶの。美味しいよ。シャキシャキで。美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。
美味しかった美味しかったね。超うまかった、ね最高です。いいね。ここら辺は馬刺しが多いのかな。まあ稲多いもんね、馬刺し屋さんもね。あと稲谷の方に入ってくると多くなる。多いよね。あそこのさ、あちむらでも買えるじゃん、それこそ。あと昼神温泉か。高遠とかもね。高遠もあるし、ね、あと稲のところでもさ、すき焼きとか食べたしね。いや美味しかった。でも初めてかな、俺ユッケっぽいごま油の、感動した。食べた瞬間おってなったもん。あれ美味しかったね。美味しかった。すごい美味しかった。しては今日やっぱ無理そうだね。まだ6時だけど、ちょっと空は曇ってるから星は見えなそうなんで、また明日だね。そうだね。今日はもうじゃあのんびりしましょう。さあ今日は夕飯が少なかったからお夜食です。これ超美味しいよね、これ。それね。桔梗信玄餅の桔梗信玄まんじゅうって言って、中に信玄餅が入ってるまんじゅう。どっかのスーパーで半額だったんだ。お土産コーナーで。そうそう。8個ぐらい入ってたけど、もうあと2個になっちゃった。そして、このね、電子レンジでチンすると超美味しいの。トースターか。トースターでちょっと、トースターでこんがりすると、すっごい美味しくて、これに今ハマってるから、早速、ちょっと作っていきましょう。あとコーヒーね。で今日はね、久しぶりにエコフローさんの製品をね、ちょっとご提供いただいたんで、ご紹介したいなと思ってるんだけど、これ、なんか細長いでしょ。なんか見覚えない？この高さだったら。こういうの見覚えない？ある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 。去年かな、ちょっと紹介したデルタ3000エアっていうのが出たでしょ。コンパクトでさ、10キロぐらいの重さですごい持ち運びしやすいですよと。その代わりに出力とかはちょっと抑えてますと。ただ容量は 960Wh あるから、十分いろいろ使えますよっていう製品が出てさ、すごい使い勝手いいねっていう話をして紹介させていただいたんですけど、それのこれは倍だね。ちょっと長細い。そうそう、長細いの。だけどね、軽いんだよ、これ。これで重さ 17.5 キロ。まあ、めちゃくちゃ軽くはないけど、全然俺は余裕で持てる。だからここ、片手で持てる、こう。なるほど。女の人はね、もしかしたらこう持ってやらないとダメかもしれないけど、十分片手で持てるかなっていうサイズの 17.5 キロ。で、何がすごいって、本当にデルタ3000エアの倍だなっていう感じ、すべてが。なんと容量が 1920Wh です。要は 2000Wh 級のポータブル電源。それがこの大きさ。ちょっと奇跡的な大きさじゃない、これは。エコフローのデルタ3マックスあるでしょ。あれが 2048Wh なんだけど、まあ大体同じような容量で、重さが 20.3 キロかな。40% ぐらい小さいみたい。なんで、これね、でこうじゃなくて、こうも使えるのね。こういう感じでも使えるんだけど、デルタ3マックスだとこんな感じじゃん、大きさ。で幅もこんくらいあって、だから相当これコンパクトなんだけど、ここが22センチかな。でここが 22.3 センチ。まあほぼほぼ正方形で、でこの一番高いところ、長いところが 42.6 センチ。こういう車中泊とかで椅子の下とかに置きたいときはさ、この高さ25センチあれば置けますよと。ね、そしたら出っ張らないで置けて、でコンセントがここにあると。で逆にこうやって立てておく場合もさ、ここが22センチずつしかないから、まあここに空気口があってさ、冷却ファンがついてるからちょっと隙間開けた方がいいけど、結構細いところに置くことができると、すごいよくできた製品だなと思います。電源はね、ここ長押し。はい、つきました。OK。で、AC はここ。はい。で、2、3分っていうことだったんで、ちょっと3分ぐらいやっとく。カリカリにしたい。で、その後ね、3分ぐらい置くんだって。蒸すってことかな。どういうことだよ。毎回温めた後置いてくれてたんだ。そうだよ。このさ、このトースター使う時の注意がさ、これ AC 入れてなくてこうやるじゃん、ジーってなるの、だからできてると思うじゃん、これ
電気入ってなくてもジージーなるから、何分経っても熱くならないそうっていうね。そういうことあるよ。そうたまにこれ気をつけないとダメで、ちゃんと AC はつけた状態で3分。こんなもんかな。どうでしょう。900ワットぐらい出るかな。これが800ワットぐらいだったと思うんで、ちょっと後ろ熱くなるかな。830ワットぐらいですよね。そうそう。でね、これがね、デルタ3000エアの時は、定格出力が500ワットだったのね。で、X ブーストでも800ワットまでしか使えなかったから、こういうちょっと、温めるもんとかには使えなかったの。だけど今回容量も倍になってさ、1920ワットアワーになったから、こういう高出力のもんにも使えた方がいいなっていうことで、で、出力自体も定格出力で1000ワット。で、1000ワットあればこういうのも使えるし、まあケトルも結構使えるのが多い。で、それから電磁調理器ね。それもマックスにしなければ使えるのが多い。あとドライヤーも機種によるけど使えるものも結構あるでしょ。だから1000ワットあったらかなり使える幅は広がってくるから、使い勝手が良くなるんで、やっぱ2000ワットアワー級になってくると出力も1000ワットぐらいは欲しいかなっていうところで、ちょうどいいバランスをとってるなっていう感じがします。これに関しては定格出力が1000ワットで瞬時が2000ワット、で X ブースト使ったら1500ワットの家電までは使えますと、そういう感じなんで、まあまあある程度の電化製品にも使えるかなっていう仕様になってます。ただ電子レンジとか使えないから、電子レンジとか使うってなったら他のデルタ3マックスとかさ、そういうのを見ていかないとダメかなっていう感じはするんだけど、コンパクトかつ大容量っていうのがまずコンセプトだから、そこまで出力は大きくないけどもこういうのにも十分使えるんで、車の中でちょっと限られたスペースしかないとかね、そういう場合にすごいいい選択肢になるかなというふうに考えます。さあ、あとはコーヒー入れますね。これをお水に入れて、OK。これもね、多分800ワットぐらいだから使えると思う。これはドリテックってやつかなの、ちっちゃいよね、これは。ちっちそゃい。こまで出力大きくない。ああ、そうだね、800ワット出てます。余裕です。やっぱこの電磁調理器とかケトルが使えるっていうのもかなり便利だよね。ちょっとした時にさ、ガス使わないでいいっていうのが結構便利。どうせだったらこの容量がいいかな。もう常に持ち歩くとか、寝室とさ、リビングを移動させるとか、そういうことじゃなかったら、このぐらいの容量あった方がいいかなと思います。やっぱ容量も大きいからさ、こんだけ使っても 10% 減らないじゃん。それも結構大きいなと思う。あれコーヒー新しいな。すげえ入るぞ。新しいくないか。あ、もう沸いた。すごい。1%、2% しか減ってない。すごくない？すごいね。ねえ。はい。あ、聞こえるかな？すごい静かにファンが回ってるの。すっごい静か。わかる？ねえ。ファンの音すごい静かだね。そう、静か。すっごいよ、これ。はい、OK。どうだろう。いいんじゃない？ね。あと、ミルク。はい。星は見れるでしょうか？いい？先。先いただくよ。いただきます。これうまいんだよな。中はちょっとね、お見せしたいんだけど。半分食べてよ。熱いかな？どうだろう？いけるかな？コップから出てきた。出てきちゃった。これ、作んないよ。これ、信玄餅の味です。超うまい。これほんと美味しいね。美味しい。最高。はい、どうぞ。はい、どうも。いただきます。熱いな。外はね、中大丈夫だよ。電子レンジじゃないからさ。美味しいよね。こんな感じ。今トースターと電磁調理器使ったと 5% ぐらいなくなったんだけど、これが今毛布だね。電気毛布ね。電気毛布が65ワットぐらいで18時間ぐらい使いますと。あとでこれ実際はもっと使えて、電気毛布ってずっとオンにはなってないから、
熱くなったら0ワットになるのね、うんうん、ここが下がるんで、こういう風な感じでオンオフを繰り返すから、そうしたらもっと長い時間使えて、うん、だから2人で使っても十分丸1日丸2日は使えそうな感じなんだけど、うん、そういうような容量になってます。うちの場合あとは冷蔵庫ね、うん、普通に家庭用の冷蔵庫を使ってるんだけど、90リッターかな、それが今70ワットぐらいで動いてます。で一瞬ね突入電力が大きいからなんか何時間しか使えないって出たけど、実際はもっと使えます。で冷蔵庫に関してもオンオフオンオフを繰り返すから、もちろんこんな18時間とかしか使えないっていうわけじゃないんだけど、だけど意外と冷蔵庫ずっと使ってると結構減ってるね。そうだね、1000ワットアワーのポータブル電源でも半分以下になってるかな。1日経ったら、意外と使うんだなっていう感じはする。まああれによるか、車内の温度とかにもよると思うんだけど、そうだね、この製品の充電はすごい早くて、AC コンセント使ったら1000ワットで充電してくれるんだって。マックス1000ワット、なんで 2.3 時間でフル充電できますと、出かける前充電忘れてたとかでも2時間ちょっとで満充電になるから、すごい助かるんだけど、それ以外にもここの横に XT60 が2つあるでしょ、ここ、でこれがソーラーとか DC の入力になってます。ここがで1つあたり500ワットの入力ができると。なんでソーラーパネルだったら500ワット ×2 で1000ワット、でそれからシガーソケットね、車のシガーソケットを使ったら100ワットで入力できると、でまあそれだと23時間かかるんで、すごい時間かかっちゃうんだけど、でそれ以外にエコフローから出てるオルタネーターチャージャー600っていうのがあるでしょ、でそれを使うとここ1つ使ったら500ワットで充電してくれると、でそれでいくと0から 100% まで 4.4 時間で充電できるから、これが一番便利かなと思います。で今回もオルタネーターチャージャーもちょっとお借りしてて、でまだこれ繋いでないんで、ちょっと後で繋いで実際充電してみたりしてどんな感じかは見てみようと思います。いいね。ちょっとこの今回の星空ツアーでいろいろちょっと使ってみたいなと思います。なかなかもう今日の夜すぐ星見に行けないからさ、結構時間がかかるから、フラフラしながらになるんで、ちょっと使ってってみましょう。で今日は今もちょっとまた使ってたんだけど、冷蔵庫と俺の方の電気毛布をこれで夜中使ってみようかなと思います。で朝どれぐらい減ってるかだね、ちょっと見てみましょう。おはようございます。おはようございます。さあ今はねここ 64% なんで 30% 弱かな。夜から朝まで冷蔵庫と1枚だけ電気毛布使って、やっぱまあまあ使うね。昨日寒かったから結構今日で使ってたしね。こんな感じです。さあとりあえず朝ごはん食べて、で星はどうせ夜なんでちょっとのんびりしましょう。昨日言ってたオルタネーターチャージャーをちょっと取り付けたりしようかな、午前中。多分30分もあったらできると思うんで。さあこちらね、さっき話してたオルタネーターチャージャー600っていう充電器だね、このバッテリーを充電するための走行充電器になります。で他にもオルタネーターチャージャー1000っていうのも出てて、この600っていうのは最大600ワットで充電できますよっていうオルタネーターチャージャーになります。じゃあ1000と600どっちがいいのっていうところだと思うんだけど、もちろん1000の方が早く充電できるじゃん、1000ワット出せるから、ただその1000にするか600にするか選ぶときに、まあ一つの基準が自分が持ってるポータブル電源だね、それが何ワットまで入力できるか、でこれに関してはここに XT60 が2つあるんだけど、1つあたり500ワットの入力になってます。なんでそれでいくとオルタネーターチャージャー600で十分だよね。500ワットまでしか入れれないんで。なるほど。あともう一個大事になってくるのが、車にどれぐらい大きなオルタネーターを積んでるかっていうところが大事になってきます。要は発電機ね。このオルタネーターチャージャーが600ワット出せるっていうことは、まあ50アンペア近い電流を必要とすると。で車側のオルタネーターがさ80アンペアとかしかなかったら、50アンペアこれで使っちゃったらあと30アンペアしかないでしょ、それでライトつけたりエアコンのファン回したり、結構やっぱ電気はいっぱい食うから車自体も、そう考えると車のオルタネーターのサイズによって
選ぶのがすごい大事になってきます。はい。いずれにしてもこれが自動で考えてくれて、車の余剰分でしか発電はしないようになってるから大丈夫ではあるんだけど、でも結局余剰分がそんななかったらさ、線つけててもそんなに発電してくれなくなっちゃうでしょ。そういうことを加味すると、持ってるポータブル電源と車に合わせて選ぶ必要が出てきます。はい。はい。今回のデルタ3 2000エアに一番最適なオルタネーターチャージャーは600っていうことで、この600をね、車に取り付けてみようと思います。はい。配線はなんか難しそうじゃん。こんないっぱいついてて付属品。でもすごい簡単です。車のバッテリーがどこにあるか分かればまず大丈夫。このキャンピングカーなんかはもう車のバッテリーからプラスとマイナスを車内に引き込んでるから、そこにつなげばすぐできるんだけど、ただボンネットにある場合はボンネットから線引っ張ってこないとダメなんで、ちょっと難しいかもしれないんだけど、でもそこだけ、そこの線さえすぐできればもう30分かかんないんじゃないかな。安全面でもよく考えられてて絶対失敗しないと思う。でこういうクイックスタートガイドっていうのがあって、こんな感じで手順が全部書いてあります。こう配線して1番2番ここボンネットから線通してきて、3番バッテリーとつなげてヒューズつなげてボディアースしてみたいな、なんでこの通りやればいいんだけど、ここでちょっとねやってみようと思うんだけど、こういう線がまず2本ついてて、これがオルタネーターチャージャーからバッテリーにつなぐ線、でもここにバッテリーって書いてあるでしょ、でここにバッテリーって書いてあるから、これをカチッと刺すだけでこう簡単でしょ。これだけです、まずはね。でもし間違えてさ、このオルタネーターインの方に刺そうとしても刺さらないから大丈夫。文字で確認して刺さる方に入れたらもう大丈夫で、オルタネーターチャージャーからバッテリーにはもうこう刺すだけです。これだけ1本、簡単でしょう。でもう1個、この太い線がオルタネーターインってなってて、なんか被覆がすごいね、このナイロンというかさ、ね、相当強い。でここをこうするだけ、簡単でしょ。でこの反対側がね、こういう風に線が3本あって、一つこの黒い方がマイナスね、でマイナスに関しては車っていうのは車両の鉄の部分は全部マイナスになってるの、なんでボディアースっていうんだけど、そこのボルトになんかつけてあげればいい。次この赤い線ね、赤い線はバッテリーにつなぐのね、バッテリーのプラスにつなぐんだけど、そのままプラスにつないで何かショート起きちゃったら危ないじゃん。短絡したらもう危ないので、ちゃんと最初からこういうヒューズがついてます。ここに 125A のヒューズもついてるから、これをまず車のバッテリーのプラスとつないであげて、でつなぎ終わったらこれとこれをこうつないであげると、こんな感じで OK で、プラスとマイナスがつなげたんで、もうほぼほぼこれで9割完了です。でもう1本、これが ACC かイグニッションの信号に入れるみたい。ACC に入れといたらいいかな。でこれを ACC につなぐことで、最近の車スマートオルタネーターっていうのでさ、なんか発電をこうコントロールしたりするんだよね。そういう車両にもこれをつないどいたらできると。でエンジンを停止したら即座に充電もストップしてくれると、これをつなぐことで、そういう線になってるんで、これを ACC につないであげると、これがねちょっと難しいかもしれないね。なんでヒューズボックスから ACC のヒューズを探してやったりしないとダメで、だいたい説明書かヒューズボックスの裏に書いてあるか ACC ってどっちかなんで、それ見たらすぐだし、分かんなかったらね車屋さん行ったらすぐに教えてくれるんで、っていうような感じです。もうこれだけ。でちょっと配線しようかな。もううちなんかほんと簡単。椅子の下にもプラスとマイナスと ACC 来てるから、そこにピョピョっとつなぐだけなんで、多分5分だね。さあできました。こんな感じで、ちょっと下汚いけど、この下にいっぱい配線があって、そこから通してきました。さあできました。一瞬で。この下に線が来てて、そこから引っ張ってきてこんな感じ。ポーター電もここに置いてもうつなげてます。
でこの車はエンジンを切ると完全に電気が全部シャットダウンされるようになってるんで、今これは電気は来てないです。全く。ちょっと一回通電だけさせてみます。 ACC にしたら通電されます。いいよ。あ、入った入った。で多分アプリで設定だろうな。一回エンジンかけてもらおうかな。よし、これでちょっと設定してきます。ちょっと設定してきます。エコフローのアプリを開いて、多分ねデバイスが出てくる。あるね、ここにデバイスの追加。はい。お、すごいね。でこうやってなんかいろいろ選ぶようになってるんだ。ピックアップ、 SUV、 RV、 ミニバン、セダン、トレーラー、その他でいくとRV です。スターターバッテリー電圧は 12V で、始動電圧は始動電圧ね。なるほど。要はこれあんまり低くするとさ、バッテリー弱ってても充電開始されちゃうから、どうしますかっていうところ。まだ 12.5V だったら大丈夫なんで 12.5 にしてみようかな、一回。はい。バッテリーの種類はこれが2000エアデルタシリーズだよね。これそうだよね。はい。すごいね。でエコフロー以外のサードパーティーのバッテリーでも使います。このオルタネーターチャージャー600はなんか他社の型電使ってても大丈夫だよっていうこと。あとすごいね、ウェーブ2、ウェーブ3とかでも使えるんだ。すごいね。OK。確認 OK。でこれをスライドしたら多分充電が開始されるはず。ここかな。やってみるね。はい。どう？入ったと思う、多分。ほら、50W、100W、200W、200。すごいね。ちゃんと充電されてます。こっちが出力だね。こっちがオルタネーターの出力で、こっちが 270W って出てて、今どんどん上がってってて、実際この上のここね、台向いちゃってるけど、こんな感じでポタでも充電されてます。いいね。簡単でしょ。すごい簡単。あとね、そうそう、この線じゃダメなんだけど、逆充電モードとかバッテリーのメンテナンスモードっていうのがあって、それを使うと車のバッテリーに逆充電することもできるみたい。クスティ150の線を買わないとダメだったと思う。で、あとはここの最大充電電流を自分でコントロールもできて、今はだいたい35A ぐらい流れてると思うんだけど、今 450W で 13V なんで、これを例えばこれぐらい 15A に抑えますって言ったら、これで多分ここが落ちてくるはず。ほらね、15A の 13V なんでだいたい 200W ぐらいになると思うんだけど、そういう風にもできます。なんで8時間とか10時間とか運転するとかさ、そういう時はそんな急速充電する必要ないじゃん。なんで 200W ぐらいに抑えてあげたりっていうこともできます。感じです。わあ、すごいね。頭いいね。もう何も本当に10分でできたでしょ。簡単です。OK。じゃあこれちょっとちゃんと置いて移動できるようにして、ちょうどもうお昼になるんでお昼ご飯に行きます。お昼ご飯です。ここのタイ料理屋さんがすっごい美味しいから今日も来ちゃいました。アゲインにまたすっごい美味しいよね、ここ。来ちゃいましたよ。ね、こっちか。びっくりする美味しさです、ここ。大好きなタイ料理屋さん。ちょっと今タイが恋しいからそうね。ね、そろそろ行きたいなってね、思ってるんだけど、けど今日なんとかなりそうだね。晴れてるもんね。星見れるんじゃない？この3日間ぐらいが新月でいいんだ、確か。行きましょう。ちょっと寒いね、今日は。この天気ならなんとか見れるんじゃないかな、星。いけると思う。何にしようかな、今日は。行って考えるか。さあ、今日は何にしたかというと、カレーチャーハン結構いっ
ぱいメニューがあってめちゃくちゃ迷いました今日は。でね、今日は一つこれカオナムプリパオっていうねトムヤムペーストを使ったチャーハン、トムヤム味のチャーハンかなと、あとねスープもね結構あって、私ねこれセンヤイナムっていう幅広麺汁そばっていうねのにしました。トムヤムラーメンもね迷ったんだけど、炒め物もめちゃくちゃいっぱいあります。いやー全部食べたいな。あとこれ手羽先揚げナンプラー風味、うわー美味しそう、やばいね。この平麺がさ食べたくて。でね、ナンプラーとね、これをもうタイです。唐辛子とナンプラー、うん、どんなかというとこんな感じです。うわ美味しそう。こちらはね、どんなかというと絶対うまいやつ。うわー美味しそう。いただこう。いただきます。うまい。うわマジバンコク思い出した。うまっ。うわうまっ。やばいなこれは。めちゃくちゃ美味しい、ね、うわタイを思い出すね本当に、ね、最高だこれもらい。うまいな。味がしっかりしてるね。あそう。どんな感じ？いただきます。優しいけど味しっかりしてるね。麺がさ初めて食べる麺だ。食い手をみたいじゃん。ちょっとこう丸まってるね。平丸麺みたいな。結構歯ごたえしっかりしてちょっともらおう後で。美味しい。本当だね。なんかさマカロニを切った感じの麺。わかる？美味しいな。美味しいね。味変。ほんと本格的だよね。美味しい。ちょっと味変わったね。ナンプラーで。ナンプラー入れて美味しい。さっぱりするね。あとこちらも来ました。ナンプラーで漬けた手羽だって。美味しそう。食べてみよう。いただきます。うまいな。この手羽超うまい。サクサク。うまい。タイに来たみたいじゃん。やっぱりここは美味しいね。本当にタイに来たみたいな。ね、美味しかったです。美味しかった。ね、そうだった。大満足。3500円ぐらいでしょ今のでね。3250円。そうだよね。さあ星は夕方というか夜だよね。6時とか7時だと思うから、それそうでしょ、ね、ちょっとそこのチャオでも寄ってさ、ここで前ご飯食べてね。そうその奥のチャオにさコーヒーが入ってるの。コーヒー屋さんがこの食品館の中に、ちょっとコーヒーでも飲んでいこうかな。ここはね結構なんかおしゃれなんだよね。なんか中川ショッピングセンター。すごいね。シェアキッチンだって。ポタージュ、麺どころが畳み、ひなだね食堂。バドマンも入るのここ。私
私はねカフェラテのホット420円と、あともう一つはアイスカフェオレ、アイスラテか450円です。なんかこんな素敵なところで飲めるの？そこがさもうスーパーだからね、すごいね。あ、いい椅子ありますね。ないそういうことするためのもんじゃない。最高ですね。ね、やめて来ましたよ。ホットのカフェラテ420円、アイス450円なんでいいね。ここすごいよね。安いしさ、スーパーがあってさ、シェアキッチンがあってさ、毎日かなんかわかんないけど、その日によってお店が変わるのが本屋さん入っててさ、100均も入ってるって書いてあった。本当？100均見つかんなかったけどな。ワットかなんかだけど、なんかそうなんだ。100均って外に書いてあったけど、あ、そう、分かんなかったね。いただきます。うまい。すげえうまい。美味しい。最高。よし、いいんじゃない？結構空は雲はあるけど、意外と見えてるね。いい感じです。よし、では夕飯はもう車で食べて、そして星をあちむらに見に行きます。でね、あちむらで見れるところが何か所もあって、で一番有名なのが多分ヘブンス園原かな、天空の楽園ナイトツアーっていうゴンドラで登って、標高 1400m ぐらいから見るのがあるんだけど、でここは上で電気消してくれたりしてさ、でできるんだけど、値段がその時によって違うのかもしれないんだけど、今日だと1人3200円かな。でそれ以外になんか上でなんか星空のなんかやってて、それが別途料金がかかるみたい。で難しいのが曇りとか雨でも一回予約しちゃったらキャンセルができないのね。だから雨でも登らないとダメっていう。曇っててもね。そうだからなんとなく俺らスキー場で想像できるけどさ、天気悪いのに夜に登るって結構過酷じゃん。っていうのがちょっとネックだけど、多分ドンピシャでタイミングが合えばすごい綺麗な星に出会えると。なるほど。でそれから有名なのが、あちむらだと浪合パークかな。でここも費用がかかるのかな、見に行くには。でここがね1600円ぐらいかな。っていうこの2箇所が有名で、多分いろんな説明とかもしてくれるんだと思うんだけど、でここが多分あちむらを有名にしたスポットだと思うんだけどね。でただちょっと今日雲がこれからどうなるか分かんなかったりさ、ちょっと心配だから、有料のところじゃなくて、で普通に無料というか、空が見えれば見れるじゃん、ということでちょっとお金を払わなくても綺麗に見れるところがあるんじゃないかと思って、そういうスポットをちょっと探しながらあちむらで星空を鑑賞しようと思います。なんか今までだとどうだろう、一番綺麗だったのはね、俺多分黒姫とかの野尻湖の周りがすっごい綺麗だ。そうでしょ。で野尻湖すごい綺麗だったでしょ。で俺学生の時に黒姫に1ヶ月ぐらいいたことがあってさ、なんか合宿で、で上のもうスキー場の真横のペンションに住み込みだったんだけどさ、そこからの星空がすごかったの、ダントツで。それももう野尻湖からすぐだから、なんかそこら辺が一番綺麗なイメージがあるんだけど、でも今はあちむらが一番って言ってね、日本一の星空ってやってるから、ちょっと行ってみましょう。なんかあとタイミングだよね、空気の綺麗さとかさ。で今日はねちょうど新月だから、新月を狙って今日来たんだけど、やっぱ月明かりがあったらさ、どれだけ暗いところでももう意味がないじゃん。月がピカッと光っちゃうから、だからまず新月っていうことと、あとは晴れてて空が澄んでる日っていうね、ここら辺が条件になると思うんで、さあドンキーでいいか、ここで買い出しして夕飯
長期戦になるかもしれないからちょっと買っとかないとね、いっぱい。そうだね。おお、暗くなったね。ふらふらしてたら食料も買ったし、これで心置きなく星を見れます。そうですね。ここから1時間ぐらいかな。そうだね。まずはね、あそこの阿智村の街中を通って、多分昼上の方からかな、もうちょっと南の方に降りようと思って、あっちか、信州平屋だっけ、そうだね、あっちの方、で地武坂高原だったかな、そこら辺が良さそうなんで、まずそこに行ってみましょう。なんか町に入ってきたけど、飯田の町かな、これが。そうでしょう。ちょうどそれぐらいだよね。飯田通って阿智村だから。阿智村に入りました。どう、星は？見えてるよ。見えてるね、星。良さそうだね。ここからね、30分かな、まだ。そうだね。目的の場所までは。結構この道からそれて南の方に降りていくでしょ。名古屋方面だ。昼上行くにはここを、左で、私たちは今日はまっすぐで名古屋方面に行きます。昼上通っていかないんだ。なるほど。すぐで153号線だね。こっちいつも行ったら左行ったらさ、花桃のところだよね。花桃のお祭り行くところだよね。になります。でこっちから帰ってくるね、ここの道に。あ、そう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 。でここで警察が隠れてるの。そうそう、警察隠れて一時停止を取ってるから気をつけないと。そうそう。なんかずーっと登ってってさ、結構峠っぽいよね、こっちの方は。そうそう、だってここら辺標高 1000m 超えてくるんだよね。だから夏でも結構涼しいじゃん、あそこの道の駅の方も。そうだね。そう、飯田が意外と低いけど、ここまたグッと上がって、浜名湖の方に抜けるでしょ、だから今日今から星見ようとしてるところも 1000m 以上だと思うよ。意外と標高はだからあるから、冬は寒い。0度になっちゃった。寒原峠マイナス2度ね、ちょっと横に雪が残ってるもんね。なんか道路もキラキラしてるけど、これは何？エンカル？エンカルかな、巻いてると思うんだよね。だといいけどね。もうすぐ着くんだけどね。なんか看板出てた？どの辺りだろう。なんかスキー場の、そう、スキー場があるっぽいよね。確かここら辺。駐車場があるんだけど。そう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 。どこの駐車場にするっていう。高原。すごいよね。これ阿智村でしょ。阿智村だから2つもスキー場があるのか、ヘブンスと。すごいよね。すごいよね。まあ、中京圏から来やすいからさ。そしてすごいね、エンカル。そうなの。参っちゃうね。結構でも溶けてそうそう、怖いよね。濡れてるからさ。そうそうそう。これは怖いよね。もう今マイナス1度とかさ、標識で出てた。さっきマイナス2度まであったもんね。こんなに街灯があったらさ、全然暗くないね。そうだね。困っちゃうな。もうここら辺はあれか。駐車場だって言ってるよ。明るすぎるよね。そうだね。困っちゃうね。とりあえずここ入っていいのかな。スキー場のライトがついててステンコをかけてるから、明るすぎてちょっとダメかもしれない。そうだね。もうちょっと行くか。馬の背っていうところがあるからさ、そこ行くしかないかな。ここを登ってったら馬の背っていうところに行けるらしいよ。多分山の上の方で。ただね、今曇ってるんだよね。ここまで来てわざわざ今日ピンポイントで狙ったんだけどね、この新月を。ああ、これ浪合パークって書いてあるじゃん。だからあれだよね、1600円で見れるところ。そうそう。あ、馬の背こっちって書いてある。あ、右だよね、馬の背は。そうそう。書いてあるね。浪合もここなんだ。ここからね、この道路それてから3キロちょっとなんだけどさ、馬の背っていうなんか絶景ポイントっぽいんだけど、冬行けるのかな。どうなんだ。普通に考えたらこんなところさ、冬行けないよね。すごい道行くね。一回も行ったことないからちょっと心配だね。様子が分からないからね。そう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 。あと横は多分落ちるね、これ。
溝があると思う。でも除雪されてるのかなこれ。なんか雪が別落ちっぽいよ。ここも別落ちなんだまだ。そうとかってああ、道は細いけど行けるね。雪はそんなについてない。ここまではちょっと出てきたけど大丈夫そうだね。やっぱ冬は行けないらしい。こっから何メーター歩いたと。あと950メーター。だから20分ぐらい歩けば行けるんだけど、こっからじゃあ、だけどちょっと天気が曇ってるから行っても意味なさそうなんで U ターンしますか。残念ながらちょっとここでは見れなさそうだね。明るくて。そうだね。で上に馬の背は多分冬の間は行けないらしいから、またリベンジだね。そして何よりもね、曇って今ね雪も降ってきちゃったんだ。パラパラ。ちょっと無理そうなんで、ちょっと昼神温泉の方に戻ってみようか。あっちもねスポットらしいから行ってみよう。ちょっとそっちで見てみましょう。お、P あるじゃん。どこだ？ここだ。ここどう？自販機の明かりはあるけど結構いいんじゃない？ちょっと見えてるけどそんな見えないな。ちょっと明るいな。でも雲は晴れてきた。この先は左かな。そうだね、もうすぐでしょ。大通り出てちょっと走って入ってったら、ね、ちょっと見えてるんだよね。今ちょっと止まって星見たらちょっと見えてたけど、どうでしょう。せっかくずっと降りてきたのに、まあいいね。これは花桃の練習になるじゃん。花桃で来るから花桃ねまた見たいなって思うよね。もうあれはすごいね。なんか気候もいいからさ、もう半袖でいいぐらいの気候になってくるし、結構色鮮やかで、そうそうそう、春来たって感じだもんね。なんか桜はちょっと肌寒いからさ、その後ね、そうだね、いいんだよ。ここら辺も良さそうだよ。真っ暗だもん。街灯もないしいいんじゃない？お、そろそろじゃない？そうだね。結構暗いね。結構暗いよね。ねえ、こんな真っ暗だったんだ。まあそうか。いいじゃん。なんだ、スキー場があるのかな。あ、これヘブンスがあるのかな。リフト券とか書いてあったから、ここじゃあれか、星空見るそのツアーのやつなんじゃない？多分。ヘブンス園原右ってなってた。やっぱここら辺なんだ。もうちょっと上行ってみようか。ここが一番有名というかゴンドラで上がるんだね。だからさらに上に上がるからよく見えますよっていうことだ。なるほど。ここら辺まで来たらもう真っ暗だね。結構どこからでも見れそうじゃん。そうだね。車を止めれる駐車場みたいなところがあれば。花桃だよこれ全部。いや、雪降ってきちゃった。なんとか撮れたかな。ちょっとタイムラプスで撮ってみたんだけど、でもかなり雲があったから、雲の裏側にすごい綺麗な星空が映ってると思う。多分。なんならその星空の明るさで雲がちょっと白くなってるぐらいの、結構星やっぱ見えるね。周りが真っ黒だもんね。そうそうそう。だからだね、あちむらっていうのは。すごいね。なんかナンバーワンっていうのがちょっと分かった気がする。いやだけどな、これ雲が全くないこの新月の時にまた来たいな。でも冬じゃないとなっていう気もするしね。ねえ、どうしてもかすむじゃん。
もちろん花桃の時期なんてさ、桜ですら霞むんだからさ、絶対無理だと思うんだけど、秋から冬かな。いやーでもすごいね。何枚か見てみたけど結構綺麗だったよ。では降りていきましょう。降りてって今日は木曽の方に抜けるかなね。さあバッテリーは 99%、 さっき 100% でした。 60% から 100%、40% 溜まりました。なんで 800Wh 分は溜まったと。どうだろう、3時間ぐらい走り回ったのかな。そんな感じです。こんな感じでちゃんと溜まってます。この組み合わせ無敵です。デルタ32000エアとオルタネーターチャージャー600、結構これ無敵な組み合わせだと思います。いやーいいね。ポータブル電源のほぼ 2000Wh の容量っていうのもすごい助かるし、で出力もそれなりに大きいからいろんな機器を動かせるっていうところですごい使い勝手が良かったのと、オルタネーターチャージャー600に関してはかなり細かく設定ができました。マックス電流を何アンペアまでにするっていうのもできたし、それから今回はエコフローの製品とつないでますけど、違うメーカーのポータブル電源とつなぐ際は違うポータブル電源の XT60 の入力、要はソーラーパネルの入力を使って充電することになるんですけど、そこのポートが何ボルトまで対応してるかっていうところで、その電圧を上限を入力してあげると、20ボルトまでですよとか25ボルトまでですよとか、そういう設定も全てアプリを介してできるので、かなり使い勝手がいいなと感じました。いやこれあれば相当便利なんで、この2つあったらもうかなり車中泊とか車での旅、あとはキャンプとかでもかなり重宝するので、概要欄にリンクと詳細載せておくので、ぜひ一度見ていただければと思います。今日はエコフローの製品のご紹介でした。